開始です。ライブ配信です。こんばんは、イルカです。次亜塩素酸水、自作次亜塩素酸水生成器の動画をアップしまして、たくさん見ていただきまして、ありがとうございます。次亜塩素酸水というのはちょっと、私もよく知らなかったんですが、もともとどういう動機かと言いますと、喫茶店をやってまして、それでアルコールがね、全然売ってないんですよ。で、そのアルコール、なんとか手に入れたいなと思って、いろんなとこ探し回っても、全然売ってないから、しょうがないから、あ、こんばんは。どうも、聞こえてますでしょうか。ちょっとチャットの方見させてもらいます。フランさん、こんばんは。ユバリーさん、こんばんは。リューバリーさんですね。こんばんは。太陽電工さん、こんばんは。バッチリ聞こえてます。リューバリーさんですね。ありがとうございます。フランさん。素人にはできなさそうな。はじめまして、こんばんは。すいません。チャット、私もあんまりライブ慣れてなくて、チャット読ませてもらうんですが、多分、遅れると思います、だいぶ。すいませんけども。それから途中で喋り出したりして、もしかして読み飛ばしたりする失礼があるかもしれませんが、申し訳ないです。ちょっとまだライブ3回ぐらいしかやってなくて、全然慣れてないんですよ。で、とりあえずご挨拶させていただきます。オーシャンさんですか。おっさんさんですか。おっさんはじめまして、こんばんは。猫さん、こんばんは。聞こえてます。ありがとうございます。トゥインカムターボさん、こんばんは。イッチーさん。いつもどうもありがとうございます。底辺 FX トレーダーさん、こんばんは。軍曹さん、こんばんは。辻本さん。まさか、辻本さんじゃないですよね。ありがとうございます。聞こえてます。日曜大工、高下ですか？嬉しいです。ベティ柴さん、こんばんは。それで、ここはですね、実は家の屋根裏なんですよ。で、屋根裏部屋を根城にしていろんな、しょうもないもの作ったりしてます。まあ趣味ですね。ほんまの。本当はね、喫茶店の親父なんですけどね、こんなことばっかりやってます。ロボ55さん、はじめまして、ロボちゃんと申します。ロボちゃんさん、こんばんは。ロボさん、先生よろしくお願いします。先生ってそんな、先生違いますんで。で、まあ、こういうところで、まあ、大体ね、弱電が、趣味でしてね、この辺とかパーツケースいっぱいありますけど、抵抗とかコンデンサとか、そんなのがいっぱい入ってます。それからこれが、次亜塩素酸水の、生成器。これはですね、実は一番最初にこういうの作ってるんですよ。最初 Amazon でこういうちょっと大きめの炭素棒ですね。電池に入ってるやつよりも少し大きいやつ、10センチぐらいの長さで直径1センチぐらいのやつ、5本ほど買いまして、これで、電源装置とか使って、まあ大体200ミリアンペアとか400ミリアンペアぐらい流して、こうやって作って、それで、まあできたんですね。一番最初はね、ステンレスのスプーンとか使ってやってましたですけども、それやったら錆だらけになってもうむちゃくちゃになってしまったんで、
これあかんわと思って炭素の棒に変えたらうまくできたんですね。で、低電流で、電流をですね、200mA とか 400mA でやって、その低電流の装置がこれなんですよね。これ実はね、この電極を上げたら、消えますよね。当然。で、ここはオープンの状態ですから。で、ここにつけると、こうやってつくんですけども、これ実は100V なんですよ。で、こんな100V、まあ、電球で、ちょっと今喋ってましてすいませんね。ご挨拶が遅れますけど。電球でね、これ 20W のちょっと消すわ。これね、20W の電球なんですけどね。100V で 20W やったら、200mA ですよね。で、これで制限してるんですよ。で、これやったら 100W とかつけたら 1A 流れると。まあそういうふうに電球で電流を制限しながら、これ 40W やったら 400mA。で、そういう状態でここもし触ったりしたら、ここの電極触ったら、ビリビリ感電しますんでね。トムじいさんとかに怒られるし、こんなんね、全然動画に発表しなかったんですけども、本当は最初にこういうの作ってるんですね。でもこれやっぱり危ないし、そういうの発表するとね、もう今以上に炎上してしまうんで、それでまあ、USB5V で作ったということです。で、電池の電極でね、まあそういうちょっとしたいきさつですけども。すいません。遅れまして。秘密基地みたいで楽しそうな場所です。太陽電工さん。そうなんですよ。もうむちゃくちゃですよ。こっち側とかね。もうなんか、棚がありましてね。なんかガラクタいっぱいですわ。で、こっちの黒い漆黒の闇の向こうには、ちょっとまた小部屋があって、そこで木切ったりね、ちょっとできるようにしてます。ロボ553、私も電子工作大好き人間、ラジオ少年だったんですね。私もそうなんですよ。もうこれやりだしたらね、また止まらないという。ツインカムターボさん、導線と炭素棒の接続に苦労し、そうですね。これ巻いて、そこの後のパテを、貼るのがね、なかなか難しいんで、これは今ね、自己癒着テープつけてますね。自己癒着テープはね、意外と防水性能いいですね。しかし、ちょっと一般的ではないのでね、ハードル高いかなと思って、できるだけ多くの人に再現してもらいたかったんで、エアコンパテ使いました。本当は自己癒着テープの方がいいと思いますね。ゆきひろさん。良い趣味で元々の工学は何ですか？元々の工学。いや、単なる理科好きっていうことなんですよ。本当に。知識はね、中学程度です。中学の理科の大好きな少年程度ですね。そんなぐらいの知識しかないです。ロボさん、さすがです。いやいや、そんなことないんですけど。フランさん。ロボさん、漏電遮断機を手前に入れるのが無難です。あ、そうですね。漏電、この辺で、こぼれたりしてね。まあ一応ね、過電流のヒューズ、これはまあ入れてますけどね。漏電じゃないですけどね。それから、猫さん、先日動画参考にして友人と次亜塩素酸水作れました。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しいです。ハイホーさん、すごい。いや、全然すごくないです。カジノブさん、DIY に良い環境ですね。この環境ね、本当作るのが結構、ずっと昔から
夢だったんですけども、割とね、ここ10年ぐらいですね、こういう環境でできてますね。なんかね、でもね、今ちょっと雨が降ってきて、チラチラっと降ってきてね、思いっきり降ってくると、ものすごい音になって、大変なことになるんで、今からちょっと申し訳ないんですけど、そういうことになったらすいません。963母丸さん。すごい、もう工場ですね。いやいやいや、そんな。もう狭くてね、ここ、かがまないと歩けないんですよ。で、ここにずっといるとね、本当に猫背になってしまいます。イグビサ、イグベサさん。このやり方だと何時間でこれね、今、4時ぐらいにやりましたかね。3時半か4時ぐらいにやって、そして、今ちょっとやりますわ。ちょっと見てみますね。3時半か4時ぐらいにやったんで、何時間やな今、4時間半ぐらい。まずペーハー見てみますね。ペーハーもちろんしゃぶしゃぶしたらきますね。しゃぶしゃぶしないで、1秒つけて、まあ、1秒後に、5秒、5秒以内に見ると。まあ、5秒以内でなくてもいいんですけどね。まあ、だいたい、6ぐらいと思いますね。5はいかないですね。6ぐらいと思いますけどね。だんだん緑になってきよったな。まあ、5秒以内に見るいうことです。それから、次亜塩素酸濃度ですね。これでもう売ってますよ。さっきアマゾン見たらね、このなんか中国製のいかがわしい、わからんけど、もうね、また買うの面倒やし、もうちびって使ってますけどね。ほんまに1センチぐらいしか切らんと使ってるけど、これでちょっと見てみますね。どんなぐらいいってるか。どうですかね、これ。まあ、4時間半ぐらいですか。で、どうやろう。これ見えんのかな。こっちかな。100かな。100の方が近いか。ちょっとひいき目で、100と300の間ぐらい。200ぐらいですかね。みたいな感じですね。もうちょっとでできる、5、6時間でできると思うんですけど。これ今20ワットつけてますけども、まあ40ワットで最初やってました。で、ある程度進んだら20ワットに変えて、ちょっと電流を落としてます。そうすると、それ40ワットでやると、やっぱりちょっと中性よりですね、アルカリまではいかないけど。でも、少ない電流にすると、そこからちょっと酸性寄りに変わるんですね、だんだん。だから、勢いよくやると、アルカリ寄りになります。ゆっくりやれば酸性寄りになります。すいません、話長なって。えーと、あのね、チャットにはできるだけお返事させていただきたいんですけども、ちょっと遅れるかもしれません。それからこの配信終わる時間、最大10時ぐらいと考えてます。お話がまあ、終わってしまったらもう9時ぐらいでもやめますけども。はい、すいません。えーと、どこまで読みましたでしょうか。ぼっちっちさん。自分もその職場で作ったらとても好評でした。それは良かったです。どこ行っちゃった。ごめんなさい。どっか場所わからなくなってしまった。はいはい。それからフランさん。マンガン電池の分解も素人には危険そうで難しそうです。
マンガン電池ね。マンガン電池どうでしょう。ペンチ、ラジオペンチみたいな先の細いペンチでグリグリって回したら、割と簡単に、潰せましたですけどね。コンビーフの缶開けるみたいな感じで、できるとは思うんですが。で、マンガンっていうのはそんなに環境にも悪くない、環境負荷も少ないんで、そんなに危険でもないとは思いますが。イッチーさん。コロナ明けたらお店へカクテル飲みに行きたいな。お忍びで。お忍びってなんか言ってくださいよ、イッチーさん。イッチーですって言ってもらわないとわかんないですよ。ロボさん、幸せな環境にお住まいのようで、羨ましい限り。この環境を構築するのに、ものすごい苦労しましたですけどね。まあでも、まあ結構わがままな、環境ですけど。やすしさん、パテより F コテープ、そうですね。って思っていたら次の動画で F コテープが紹介されたんで嬉しかったです。そうですね。F コテープいいんです。アマチュア無線やってましてね、やっぱり屋外のアンテナなんか、防水、接続の防水には F コテープばっかり使ってましたんで、その方がいいとは思ってたんですが、とにかくね、たくさんの人にやっていただきたかったんで、最初は馴染みのあるような材料を紹介したかったということなんです。それから、ダイオキシンは沈殿すると考えていいです。ダイオキシンは全体に回ってるでしょうね。って言っても、量的には、人間が一日に普通に取っている量の何十分の1か、ということなんで、全然害はない程度のことです。それは、コミュニティタブで一度計算したやつありますんで、まあ、ダイオキシンの心配はないと思います。軍曹さん、私もジャイアン素酸水作れました。あ、よかったです。なんかね、コメントではね、結構アルカリになったっていう方が結構多かったんですけども、うまくいきましたですかね。和也さん、炭素棒を水の上に出すと、簡単、そうですね。これ、上に出せば、ここのとこ防水の必要はありませんのでね。その方が確実なんですが、これ下にあったのはなぜかというと、この中で、特に陽極から塩素、っていうか、まあ、二酸化炭素が出るんですけども、それができるだけこの液の中で、溶けてほしいっていう、その工程を長く取りたいということなんです。それで下の方にやったということです。で、容器の下の方にね、穴開けて、そこに突っ込んで、ちょっと一部を出して、そこに電極接続してはる人もやりますね。それ、とても良いアイデアだと思います。9755、9755さん、私も先生を参考に、先生言わんといてください。次亜塩素酸水作ってみました。知り合いに配布してます。ありがとうございます。あ、そうなんですか。知り合いの方、怪げそうにされてませんでしたか？あ、でも、日頃の信用度の問題で私の場合はね、あんまり配ってないですけどね、近所のおばちゃんには、親しいおばちゃんには配ってますけど、なんか次亜塩素酸水と聞いただけでもなんか、何それっていう人結構多いので、ナイトライダーさん、こんばんは。ナイトライダーさん、まだ次亜塩素酸水のプロ、どこ行った？ごめんなさい。次亜塩素酸水の元、フロミズワンダーが売り切れないので、電気分解しておりません。そうですね、一番、
たくさん作れるのが、パラジクロロシアヌル酸ナトリウム、パラジクロロのね、あれがスパクリーンか。スパクリーンっていうやつ、プールとかに入れるやつですね。あれがね、絶対なくならないですね、あんなんはね。あれで作ったら、一袋買えばプール一杯分ぐらいの次亜塩素水できますんで、次亜塩素酸水できますんでね。あれが一番、お手軽なんです。ただ、何がちょっと違うかというと、あれすごい日持ちするんですよね。だからいいことずくめじゃないかっていうことなんですが、日持ちするっていうことは分解されにくいっていうことです。つまりタンパク質とかについたときに、そう簡単に手のひらとかについたとしてもそう簡単に分解されないということは、食品とか、人体にはあんまり使わん方がいいのではないかと思いますね。同じ ppm だったら、えその電気分解だけで作ったやつの方が、むしろ、手とかですね、体にかかるような場合は、こっちの方がむしろ安全なんじゃないかなとは、個人的には思っています。それから、漏電防止のテンパールのビリビリガード。漏電防止にテンパール。正則さんですね。ビリビリガードが便利。そんなんあるんですか？ビリビリガード。漏電防止。ちょっとまた後で調べてみます。大橋さん。どうも、お疲れ様です。なんか、実験ばっかりしててお仕事溜まってるっていうことで、大変ですね。97553さん。低電源機。無線機仕様のもので 13.5V で4時間程度で作ってます。あ、そうですか。13.5V。電源装置っていうか、無線のやつ 13.5V ですね、確かに。そういうのいいと思います。あと AC アダプターなんかでも作れると思います。ナインキーさん、こんばんは。途中から失礼します。いえいえ、もう途中からでも、いつ抜けていただいても、また入ってきていただいても、ご自由ですんで。思ってたより、電極から堆積物が出ていました。出てますね。炭素の粉、だいぶ下に溜まってます。あ、これ、傾けて、こぼれてもうた。この炭素の粉は、陽極の、プラス極の方が、だんだん痩せてくるんですね。で、プラス極の方で、次亜塩素酸が作られているんですけれども、これが、次亜塩素酸が炭素を酸化して、それで炭素棒が、バラバラになっていくんかなと思ってます。それから、97553、塩素濃度の件ですが、紫外線タイプと紙タイプでは数値が違うんでしょうか？紫外線タイプと紙タイプでは数値が違うんですが、紙タイプしか知らないんですよね。紫外線タイプっていうのがあるんですか？すいません。ちょっと分かってなくて申し訳ないです。それから、シロムを、シロムさん、僕も2リットル作りました。よかったです。作れたんですね。なんか本当に、いただくコメントはね、うまくいかないとか、それは次亜塩酸ナトリウムだとか、あるいはですね、角膜がないともう絶対無理だっていうようなコメントをいっぱいもらいましたんでね、皆さんうまくいってる人はね、ほとんど、まあうまくいったっていう方も、いくつかコメントいただいてるんですが、感覚としては、こちら読む感覚、コメントを読む感覚としてはね、むしろ批判的なコメントの方が、目についてしまって、すごくね、心配してたんですよ。
でもこうやってチャットでうまくいったって言ってもらえると大変嬉しいです。モンキー50周年さん。こんばんは。早速装置を作ってみました。思ってたより濁った色に仕上がりました。最初ね、炭素のなんていうのかな。タールみたいな。出ますね、確かに。あるいは電極を入れ替えたとき、プラスとマイナス。入れ替えた直後なんかは出ますね。ちょっと茶色に濁ったりします。で、それはね、あまりにも濁ると、ちょっと捨てますね。これもちょっと濁っとんな。それから、ツインカウンターボさん。今回の次亜塩素酸水動画のコメント多かったですね。それだけ皆さん、消毒用のアルコール不足で困っていらっしゃるっていうことですね。全くその通りなんですよ。本当に、これまでにない多数のコメントいただきましてね。そのコメントを最後までお返事するのに3日かかってしまいました。ほんで、3日では聞かへんか。もっと4、5日かかってしまったんで、それでお返事を遅れても、とても滞ってしまいました。申し訳なかったです。ナインキーさん、会社で配ろうと思ってたですが、会社にエタノールが何十リットルとあったので、まだ配布に、それ、いいですね。エタノールが何十リットルっていうのはすごいですね。イソプロピルアルコールだったらまだあると思うんですが、エタノールはなかなか貴重だと思います。病院でもね、なかなかないんで。イッチーさん、撤回。プールに入れるやつは手がヌルヌルする気がする。プールのやつ。そうですかね。一応中性だとは思うんですが、ヌルヌルっていうのはやっぱりアルカリ性ですかね。まあ、ちょっと濃すぎたんかな。大橋さん、いやいや、遊びすぎ。科学実験が大好きなんですよ、大橋さん。それで、ものすごい研究、たくさんしてもらいました。隅ドボン説というのが大橋さんの説でありましてね。次亜塩素酸のある程度濃くなったその溶液に炭を、備長炭とかそういう炭を入れておくと、竹炭とかね。そうするとその次亜塩素酸が炭を酸化して、炭は酸化されて二酸化炭素になると。次亜塩素酸は塩酸になるということなんですが、つまり電流なしでその反応が進むという、そういう現象を発見された。そういう大橋さんです。熊本さん、こんばんは。自分も pH6 ぐらいのものができました。塩素濃度6、いいですね。塩素濃度は試験紙がないのでわかりませんが、部屋干しの洗濯物の匂いが消えました。ということは、十分、その効果があるということですね。よかったです。山本さん、こんばんは。こんばんは。元山さんですか。はやぶさ777さん。皆さんこんばんは。いつも楽しみに拝見しています。皆さんこんばんは。なんかコメントされる方同士で、一つの意見交換ができてるんでしょうか。皆さんっていうのは顔なじみっていうかコメントなじみの方なのかもしれませんが。みずにゃんさん。ずっと見てました。変な人には負けずに頑張れ先生。先生やめてください。イグベさん。電池から取り出した炭素棒何回ぐらい使えそうですか？まだね、これやな。これがね、電池から取り出した炭素棒ですね。片っぽ、マイナス極は、炭酸水素ナトリウムがついて、ちょっと白っぽくなってますね。こっち側が痩せてくる、プラス極が痩せてくるんですが、まだ使えますよ。全然、これ、多分、20リットルはないかな。10リットル以上は余裕で作ってると思います。で、痩せてきたらまた入れ替えたりね。そういうことしてますけど。まだいけると思いますね。
まあ、割といけると思いますよ。それから、和也さん、クエン酸水を使うのはどうですか？クエン酸で pH 調整っていうことですよね。アルカリによってしまったやつは、pH 調整、多分ね、クエン酸でやるとちょっと危ないかな。酸性に寄りすぎると、やっぱり塩素ガスが出る可能性ありますんで、クエン酸だったら pH4 以下になる可能性もあるので、もうほんまに控えめに、薄い水に溶かして薄いクエン酸の水溶液を使うんだったら、まあ慎重にやれば、まああくまで自己責任ですけどいいかもしれませんが、普通は炭酸水でやるのが無難だと思います。炭酸水の場合は、pH がもう4以下にはなりませんので、いくら混ぜても濃度が薄くなるだけで、pH だけ下げることができると思います。それから、船津さん、次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウム水では違いますよ。違いますね。pH が違うだけですけどね。性質が全く異なります。大橋さん、アルカリに傾いたら、竹炭ドボンは良いです。そうですね。次亜塩素酸が、竹炭と化合して塩酸になって酸性に、変えてくれるということで。どうなんですかね。HClO がまだ残ってたらいけるとは思うんですが、ClO- だけだったらいくらなんでもちょっと難しいですよね。pH が10以上ぐらいになると、なかなか難しいと思いますが、ある程度まあ50%な、pH が7か8ぐらいまででしょうかね。そんなぐらいだったら中性とかに戻すことはできそうです。MK さんうまく作れてますが、うまく作れてよかったです。サイレントマジョリティって言いますかね。皆さん、割とうまく作れてる方多いんですよね。私もね、そんなにね、難しくはないなと思ったんですけどね。ナインキーズさん。角膜が必要という人もいましたが、目的は殺菌性がある液体が手軽に作れれば良いので気にしていません。角膜っていうのは、えーっ弱酸性次亜塩素酸水と強酸性次亜塩素酸水で角膜が必要とされてますけど、結局、マイナス極がアルカリになるんですね。プラス極は酸性になると。で、それを膜で隔ててイオンが移動しないようにして、それぞれ別個に酸性を強め、そしてアルカリ性も強めるという、そういう、ソーダ工場のプラントのような、そういう作り方なんです。ソーダ工場では水酸化ナトリウムを作り、そして塩酸を作りっていうようなことをしてるのか、塩素ガス。そういうことをしているプラントだと思いますが、そのプラントで行われていることが角膜が必要だと思うんですけれども、次亜塩素酸水を作るのも工業的にやろうと思ったら、やっぱりそういうことをする必要はあるかもしれません。しかし、弱酸性次亜塩素酸水なんかは、その、陽極の液に陰極の液を混ぜるとか、そういう操作を結局するので、そうだったらね、もともと角膜がなくても良いと思います。要は中和をするわけですからね。ということで、それ、どこまで行きましたですか。
MH さん。こんばんは。電源は交流ですか？電極の減りは直流と違いますか？あ、交流でやったこともあるんですよ。できなかったですわ。ちょっと回路図を見てもらいますね。回路図。回路図ね。回路図はこれ。ここで、こうやったら見えるかな。これ映ってるかな。これが回路図です。つまり、AC100V、このコンセントですね、プラグから、ずっと来て、これ、片っぽヒューズもちろん通してます。スイッチと通してまして、ブリッジダイオードに入れてまして、これで整流してます。コンデンサとかで並活とかはしてません。脈流ですね。つまり、ここまでは、交流、こういうのが入ってきたら、ここから出るのは、ブリッジですんでね、両波整流といって、脈流です。直流みたいなもんですね。それでプラスとマイナスができまして、ここに、実際のもんは、これですね。これが電球が電流制限用の電流スイッチ、そして、ここは出力で、ここは脈流が出てまして、プラスとマイナスっていうふうに表示してます。で、プラグにも、プラスとマイナスって表示してて、これはね、時々入れ替えるんですね。減ってきたら入れ替えるっていうことですね。今は、こういうふうにしてますけど。こんな感じでよろしいでしょうか。それから、どこまで行きましたですかね。角膜が必要という人もいましたが、目的、そうか。トボチーさん、作成した次亜塩素酸水があったので、コーヒーのドリップ機を使ってろ過しました。そうですね、これ、こういうやつですね。私の場合ね、この前の動画ではね、ろ過するのはね、あんまり推奨しないと言ってたんですが、それはなぜかというと、ろ過する言うたらね、やっぱりね、最後の一滴までやってしまはる人あるんで、この底の方にはね、必ず、炭酸水素ナトリウムが溜まってると思うんですね。析出して沈殿してると思うんです。そこまで入れてしまうと、またアルカリ性になってしまうと思うので、上澄みを取るというのが、これが基本だと思います。これ全部上の方だけ取って、もうやってしまおうかな、もうできたらもう同然なんで、これ、電気切ってね、ちょっとやってみますわ。そうか、これはまってまうな。なんか、これちょっと、上でこの、これもうちょっと四つ折りにしてやるべきやったな。上の方だけこうと、めちゃくちゃになってもうた。こんな風にしてやれば、だいぶむちゃくちゃになってしまいました。いいと思いますね。ここに、
黒い炭素の粉がろ過されますんで、ちょっと今、むちゃくちゃにしてしまいましたね。で、最後の、底の方までね、この一番底の方まで全部やってしまうんじゃなくて、まあ、2、3センチ上の辺、50cc とか 100cc ぐらいは残した方がいいです。ちょっとなんか茶色っぽいな。タールがちょっと溶けてるかもしれませんね。それから、日曜大工さん、コーヒーのフィルターを使うと、結構濁りが取れると思う。あ、これね、キッチンペーパーなんでね、コーヒーのフィルターの方が目が細かいですね。で、コーヒーのフィルターのセルロースが、次亜塩素酸を分解してしまうんじゃないかっていうご意見もあるんですが、それはね、限定的ですね。あんまり影響を受けないと思います。それから猫さん、手荒れやアトピーの持ち主の人は、エタノールは染みますが、手荒れや、ごめんなさい、どこか行った。ごめんなさい。どこ行った。どこまで読んだか、わからなくなってしまいました。なんでこれ急に飛ぶんやろな。だいぶ、猫さん。手荒れやアトピー持ちの人にはエタノールは、染みますが、次亜塩素酸水はそれがないので安心です。あ、エタノール染みるんですよね。日々、あの、なんていうのかな。ちょっと怪我とかしてると染みますよね。次亜塩素酸水はそれがないと。MK さんはうまく作れますが、冷暗所保管で茶色くなります。最初に作ったのは割と透明でしたが、だんだん茶色くなるんですかね。これも茶色になってますね。これやっぱりどうなんか、あの、タールかなんか出てるんですかね。備長炭とかがうまく使えれば、こういうことはないと思うんですが、まあ今後の課題になってきます。大橋さんとか、柿住さんがね、備長炭の研究されてますね。備長炭と鉛筆の芯とかいろいろ使って実験されてます。それから、スカイさん。こんばんは、イルカさんと同じやり方をしたんですが、私も色が茶色になりました。茶色という方結構多いですね。これちょっと課題ですね。備長炭でやればそういうことはなかったです。備長炭、私もやったんですが。やっぱりタールかなんかかな、炭素棒の形成剤、これを形成してるのが、タールらしいですね。そういうのがちょっと溶けるかもしれません。pH は7弱で、それはいいですね。市川さん、こんばんは。参考にしてます。ありがとうございます。ロボさん、次亜塩素酸濃度の測定で紫外線タイプは私も使ったことありませんが、おそらく何かの試薬を混ぜて紫外線による急高度を測るんだと。検査紙は数百 ppm ごと大雑把なものですが、紫外線タイプは、シビアな測定ができていると思います。構成さえしっかりしていればかなりの精度で次亜塩素酸濃度が測定できると思います。おそらくですが。それは素晴らしいですね。次亜塩素酸の紫外線タイプ。なんかアマゾンかなんかで中国製が安く売ってそうな気がする。ダメですかね、そういうのは。これまた飛んでしまった。どこやねん、これ。
山本さん、どこ、ポーンと飛ぶんですよね、これ。だいぶ溜まってるわ。早く喋りますわ。塩の、塩の量を、イニウイと、LNY さんですよね。LNY さん、塩の量を極限まで減らして、あ、これね、0.2% かな今、0.3%。なんかね、かなり減らしてますわ。これは実際、40ボルトぐらいいってますね。かなり電圧高いですけど。まあ、トムじいさんなんかには怒られますけど。あの、LNY さん、確か、あの、さ、あれしていただいた方じゃなかったかな、スプレッドシート。スプレッドシートをね、わざわざ Google ドライブかなんかで違うかな。なんかで作っていただいて、皆さんのデータをね、集計していただいてます。もしよかったら、コメントで LNY さん探していただいて、皆さんうまくいった結果なんかを入れてもらったらと思います。ルタスさん、いつも動画参考にさせていただいてます。ありがとうございます。マサハルさん、生ライブ配信ありがとうございます。こちらこそご覧いただきまして。LNY さん、3分ほど電解するだけで酸性のものはできるようです。3分角膜をつけたら早いっていうことなんですかね。ちょっとわかんないです。3分では、ちょっと、やったことないんで。竜王さん、こんばんは。ルタソさん、スパクリーンではどの割合でジャイアント酸水を作られてますか？スパクリーンはね、白岩さんっていう方が、いらっしゃいますけども、スパクリーンではなかったけども、イソシアヌル酸、G クロロイソシアヌル酸ナトリウムを使って、まあ多分同じもんだと思いますが、それで希釈する割合を丁寧に説明されてますんで、私はそれ見て同じようにやりました。ちょっと忘れてしまいましたが、白岩さんの動画で分かりやすいです。それから9755さん、塩素濃度測定急高度法178と、水質検査士色適合400。わかんない。難しそうやな。それはいいのか悪いのか。すいません。こと111さん。こんばんは。ジアポケットも一層式ですね。ジアポケット、パナソニックの。違うかな？何やったろう。中国製のやつ。一層式で次亜塩素酸水が作れる。あれはどうなんですかね。次亜塩素酸水になってるんですかね。なんか次亜塩素酸ナトリウム水溶液っていうようなお話もあったりしましたけど、これは大丈夫なんですかね。それから LNY さん、塩分濃度的には 0.2% 以下ですかね。そんなぐらい、まあ高い電圧でやれば、それも可能かと思いますが、まあ5ボルトとかでやる場合は 1% 必要でしたね、どうしても。それから、ボーナスさん、こんばんは。8時間の電気分解で 500ppm 程度と推測で次亜塩素、次亜水作ってますと。ペーパー手に入らないので、イルカさん参考にざっくり科学、あれですね、ブルーベリーのやつ。次亜塩素酸水、作成してます。ありがとうございます。こちらこそ、見ていただいてありがとうございます。アルカリになってなかったらね、それでいいと思うんですよ。
チャンネルアイプロさんも、また面白そうなことしてますね。これほんまは最初にこれ作ってたんですよ。でもこれをね、やるとね、怒られる思って、これを発表すると怒られる思っても、USB のね、やつ。あれやったらね、いくらなんでもね、そんな感電とかせえへんし、どうもないやろ思って。そう思ったけども、やっぱりだいぶ言われましたけどね。チャンネルアイプロさん、また面白そう。山本さん、ペット用でイオン水できた匂い消しあるんですが、一回霧吹きするだけで匂いもなくなり、毛並みも良くなるのがあります。多分そうでしょうね。次亜塩素酸水だと思います。同じようなもんだと思います。うちも犬に、犬思想濃度あんまり良くないやろか。口にプシュッとかけたりしてますけど。QR さん、こんばんはんこ。こんばんはんこ。犬はここにはちょっと上げてきてないですけど。G さん、話は変わりますが、すみません。ありがとうの、うちはめっちゃありがとうございます。これですね。ぜひとも皆さん、お買い求めください。ここまで来て宣伝するかって。在庫、山ほどあります。段ボール、2つ仕入れてしまいまして。段ボール、1箱半以上余ってます。またよろしくお願いします。水にゃんさん、すごい紙の量。紙の量何がこれかなこれこれね、今回の次亜塩素酸水のために作成した資料。それから、すごい紙の量。ギゴワットさん。電極に香料入れたら、電極に香料入れましたよ。入れたことあるんですけど、何も起こらなかったですね。全然、どういうことになるんやろ。なんか、変化がなかったんですよ。電気分解うまいことしなかったですね。いっぺんやってみはったらいいと思います。熊本さん、角膜なしで陽極側と陰極側の液体をなるべく混ざらない工夫をすればできますね。話せばいいと思いますけどね。結局やっぱり中和したいので混ぜないといけないと思うんですよね。で、その混ぜ方なんですけど、電極を、なんていうのか、普通平行に並べますよね。これもそうですけどね。で、今日なんか大橋さんのスレッド見てたら、この陽極をね、上に持ってくるんですよ。で、陰極を下に持ってくる。そういう風にして混ぜたら、この陽極の減りが少なくなるんじゃないかっていうようなお話もありましたね。ものすごく興味深い研究ですけどね。いっぺんやってみたいです。どこや。竜王さん。次亜塩素酸水、生成器、まだ作ってません。すみません。いやいや、全然普通ですよ。それ、普通作らないですよ。作っていただいた方、本当にありがとうございます。また、竜王さんも、ぜひぜひよろしくお願いします。ナインキーズさん、電極の減りが気になるようでしたら、政府逆転が可能な直流パルス電源作ってみようと思っています。使ってみようと。なるほどね。直流。これもね、直流パルスって言えるか、脈流ですけどね。これでも減りますね。直流と同じように。また、パルスはまた違うんかな。反波整流みたいな形にしたらいいんですかね。全波整流にしたからあかんかったやろか。それから水にゃんさん。炭酸水素ナトリウムイコール重曹。そうです。重曹がね、下に溜まってると思うんですよ。この下にね。これも終わったし、もうええねんけど。この下に溜まってると思います。電極にもマイナス極に、白い粉つきますね。
龍一さん、龍王さん。こんなに作れるなんてすごいです。いや、全然すごくないです。本当に。ボーナスさん、私もろ過して全部使っています。ジャブジャブ使います。これね、ほんまいっぱい、作れますんでね。QR さん、軽自動車のキャンピングカーからここまですごいことになるとは思っていませんでした。そうなんですよ。キャンピングカーはそれほど、なんですかね、ヘンテナあたりからね、結構たくさん見てもらえるようになりました。びっくりするほど、自分でも。モンキーさん、ステンレスコーヒードレッパーで炭素鋼を取り除いたのですが、問題ありませんか？全然ないと思います。ステンレスであろうと、なんであろうと。もうほぼ中性ですんでね。ほうとうさん。ただ、ジアポケット一層式は専用の塩を使わなければなりません。塩プラスアルファということです。そうなんですよね。多分ジアポケットは炭素の電極ではないので、それで、もう、ええ加減なことあんまり言うたらあかんねやろうけども、私が主にね、金属の、例えばこれ、チタン。これね、チタン電極って書いてあるでしょ、厚労省の、あれに、なんか規定に、食品衛生法の。それで、チタン電極に多分白金メッキ、プラチナのメッキがしてあると思うんですよ。これチタンのって書いてあったからチタン仕入れてね、やったらむちゃくちゃになりましたね。酸化チタンで思いっきり腐食して、そのチタンのスプーンとかチタンの棒も買うたんですけども、全部酸化して何にもできませんでしたね。ほんで、ジアポケットは、それ、酸化チタンに多分白金メッキがしてあるんじゃないでしょうかね。で、それだから、大丈夫なんでしょうけども、結局アルカリ性になるので、クエン酸かなんかちょろっと混ぜてあるような、なんか専用の、そういう、タブレットみたいな、なんか入れるんでしょうね。どこまで行ったの？どこでしたっけ？ちいさん、ゴミ出ませんでした。えと、なんか、いつの間にか上の方に、ステンレス、そう、塩プラスアルファ、応答さんですね。多分クエン酸かなんかではないんでしょうか。わからんけど。たけしさん、ブリッジダイオードで何ボルトの直流になるか。実行値は100ボルト ?100 ボルトやな、多分。最大値は141ボルトということですね。だから、オープン状態で触ったら思いっきり感電しますんで、危ないので、真似しないでください。自信のある人は真似してくださいと。それから、うさぎ当番さん。黒鉛の不純物、定数分ですかね。茶色になるやつですか？多分ね、炭素棒を形成しているタールかなんかだと思います。電撃酸。塩素系洗剤と酸性洗剤を反応させると、次亜塩素酸 HClO、次亜塩素酸ナトリウム NaClO プラス塩酸 HCl 矢印、ナトリウム、塩化ナトリウム NaCl プラス次亜塩素酸 HClO。全体の化学反応式。次亜、次亜塩素酸 NaClO プラス塩酸。そうか。次亜塩素酸ナトリウムに塩酸を加えたら、
塩と次亜塩素酸ができるってわけよね。なるほど。酸性に傾ければ次亜塩素酸になるという話で。はい、なるほど。わかりました。ボーナスさん、確かにタールっぽいものそこにかなり溜まりますね。これはね、液全体がちょっと茶色に濁ってますね。それから、長い時間やるとね、どうしてもそうなってくるんですよね。割とさっさとやった方がいいんかな。確かに、それからコーヒーフィルターできれいに取れますが、ビーカーの底のは洗剤できれいに洗っています。そうですね、使い回しの容器の場合は、底の方を次回使うまでに必ず洗わないと、それから炭素棒もこう、歯ブラシかなんかで、この白い粉特に落とさないといけないです。ウッチーさん。溶接機の電極、私も目つけてました。タングステンとかね。いいんじゃないですか。酸化しにくいやつ。ちょっと高いですけどね。レアメタルっていうのかな。カジノブさん。私は神戸で、イルカさんは神戸弁に似ていますが、お店はどこ、京都です。京都の、左京区、一乗寺の辺。それから大橋さん。竹炭は縦に割れて粉々になるので、あまり進めませんが、濁りはしないです。炭酸水素ナトリウムも表面に出てきませんでした。やっぱり炭は中に、多孔質ですんで、多分中に、溜まってるのかもしれませんけども、結構、そういう意味では、活性炭的に、内部にうまく吸着してくれるような感じなんでしょうかね。カズワキさん。次亜塩素酸水の動画ありがとうございました。私も作成しました。新型コロナ乗り切れそうです。頑張ります。札幌。札幌ね、最初から大変でしたですよね。今でもまあ第2波って言いますかね。まだ予断を許さない状況で。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ウッチーさん。溶接の電極だと思いますが、家にあったので試したら、ゴミ出ませんでした。それいいですね。今度それタングステンかなんかで。それで、あと竹炭をドボンと中に入れといたら、それでええんちゃうかな。松吉さん。チェッチョ。マッピーさん。濃度は何 ppm で除菌剤として使えるのでしょうか。濃すぎると危険でしょうか。濃度ね、これわかんないですよ。はっきり言って。電解次亜水は 200ppm とか、厚生労働省は食品衛生法で言ったりしてますけども、電解次亜水はアルカリ性ですんでね、弱アルカリですんで、次亜塩素酸水はそれより危険性が少ないと個人的には思ってます。しかしわかんないです。歯医者さんなんかではうがいに300ppm とか 500ppm をうがいに使ったりしている人もいるらしいですが、それはどうかと思いますが、いろいろ調べてくださいとしか言いようがないので、申し訳ないです。97553。高電圧で作ると同じ濃度主食塩水では褐色になりました。高電圧でやられたんですか？かなり、例えば4、50ボルトでしょうかね。これも割と電圧高いです。40ボルトぐらいですね。やっぱり溶けるんかな、炭素。大橋さん、ジアポケットは専用の塩でなく、食塩でやるとアルカリに傾くと。なんか酸性にする調整剤が入ってると思いますね。R トミーさん、ヘンテナも作りました。その辺からファンです。その辺からのファンです。R トミーさん。飛ばしました。ごめんなさい。なんか急にね、飛んでしまうんですよ。ごめんなさい。どこ行った？大橋さんのジアポケット行ったの。R トミーさん、茶色になるのはダメですか？いや、茶色になるの、
あんまり用ないと思いますね。確かにタール溶けてるみたいな感じでね。で、なんか電極をね、変えようかなとか思ったりしてますね。竹炭とか備長炭。えも、重吉先生。先生と呼ばないでください。和也さん。ジアポケットはジアソルトを使えばジア塩素酸が作れます。塩では、電解ジア水。なるほど。ちょっとアルカリになるっていうことですね。あ、電解ジア水って最初はなんだ、タイトルに書いてたのを、やめた方がいいと、教えてくださった、和也さんですね。ありがとうございました。高弘さん、古草菌の一種である納豆菌の殺菌ができるか確認してみたいですね。寒天培地とかでなんか菌を、増やしてみて、ちょっと、次亜塩素酸水かけてみてね。ジンでこの間、ドラマで、ペニシリンを作る、違うかな。なんかやってたけど、あれ、面白いなぁ思ってね。ジンっていうドラマいいですね。あのドラマすごく感動します。何の話えっ、と、若松さん。HT さん、ごめんなさい。こんばんは。炭酸水プラス生成塩を電気分解するとどうなるのでしょうか。炭酸水、ようわからんな。先に、塩を電気分解してから炭酸水入れるとうまく pH 調整できると思うんですが、炭酸水で最初から酸性に傾けて電気分解すると、またこれ、どうなるかちょっと、やって見られたらいいんじゃないでしょうか。すいません。わかんない。若松さん。他の生成器で作った次亜塩素酸ナトリウムを薄めたクエン酸水で作りましたが、30。他の成績で、薄めたクエン酸水を薄めたクエン酸水で30。ちょっとすいません。わかりません。大畑さんは撤回で、管理人さん、こんばんは。日本のエジソンさん。エジソンさんの足元にも及びませんが、失敗に対する考え方は一緒です。エジソンさんは、電球を作るのに5000回失敗した。5000回だったかどうかはわかりませんが。そして、その時に、5000回もうまくいかない方法を発見できたと言ったらしいです。毎回楽しみにして見てますよ。ありがとうございます。INY さん、あと、LNY さんですね。あと、低電圧で分解するより、低電流の方がいいのかなって思ってます。電流多いと電極の摩耗が激しいきます。これね、低電流なんですよ。電圧めちゃめちゃ高いです。でも、この電球で20ワットですから、100ボルト20ワットですから、200ミリアンペア以上は流れないです。で、こんないろんな電球をですね、用意してまして、60ワット、40ワット、100ワットってね、それぞれその電流制限抵抗を、これの代わり、制限抵抗の代わりにこの電球を使ってるっていうわけです。低電流です。基本はね、低電流なんですけども、USB という低い電圧でやりましたんでね、もう難しいことを言わんと、もうとにかくUSB のアダプター使ってくださいっていう形で動画では言ってます。また、ISS さん、今更作らせてもらってます。今まさに、電極周りの構造はもう少し改造してます。
陽イオン交換膜は今入手探してます。イオン交換膜。すごいですね。角膜付きで。本格的に。いや、角膜がね、ダメだとは言ってないんですよ。なしでもできるっていうことを言ってますんで。ある方がね、そら、うまく pH 調整できると思います。ただ、その自信ない人はね、陰極の方で、陽極の方で、あまりにも強い酸性になると、塩素ガス発生するのでご注意と。若松さん、30分持たずに塩素濃度ゼロになります。持たなかった。お酢で作ったものは日持ちしましたが、お酢で作る。家内から苦情が出ました。クエン酸で、2リットルの次亜塩素酸水ができたと喜んでいたら、数時間後にすべて塩素濃度ゼロになりました。これ、下にね、炭素の粉があるでしょ。僕ね、これ、早いうちにろ過しといた方がいいと思いますね、完全に。次亜塩素酸はタンパク質で分解すると言いますが、実は炭素でも分解すると思います。で、炭素をできるだけ早いうちに取り除くということが、劣化を防ぐ一つの方法だと思っています。ボーナスはマンガン電池から炭素棒を取り出すのが大変なので、同じ程度のコスパで代用候補ありましたら情報提供。備長炭ですね、やっぱり。炭素棒よりも炭の方が、タールも入ってないし、いいんじゃないでしょうか。コスパで言うたら高くなりますが、タングステンも先ほどのチャットでお聞きしたところでは、溶接棒の電極、溶接機の電極のタングステンなんかも有力だと思います。ちょっと高いですけどね。で、あともっと高いけど、チタンの白金メッキの電極。それは多分、市販の機械なんかにも使われてると思います。トレンド3143。陰極は金属で良いようです。単素電極より大面積で反応効率が良くなります。そうですね。陰極何でもいいんですよね。要するに。陽極だけの問題。陽極が酸化されるんで、陽極の問題ですよね。陰極何でもいいです。それから、管理人ひまなさん。この間真似して作りました。片方だけ減っていくので、パテなどを外さなくても良いように先端コネクタつけて、その都度反転できるようにしました。素晴らしいです。私もね、これ、反転、コンセント差し方逆にするだけで、一応反転できるようにしてます。反転、いちいちこう、剥がしてね、繋い替えるの大変ですんでね、そういう工夫があった方がいいと思います。レッド M、リードミーさん。炭酸水で希釈。炭酸水、アルカリに傾いた時はね、特に炭酸水で割れば、ちょうど良くなると思います。結局ね、次亜塩素酸水と次亜塩素ナトリウムの違いは pH だけですんで、pH 調整すれば同じ、次亜塩素酸水になると思います。R トミーさん。ヘンテナも作りました。その辺からのファンです。ありがとうございます。ヘンテナ、割と好評で嬉しいです。若松さん、マッサージ店を自営しております。今では次亜塩素酸水なしでは営業できなくなりました。先生ですね。言わんとで、ありがとうございます。いや、こちらこそご覧いただきまして、ありがとうございます。そうですね、もう、なんちゅうのか、アルコールとかなくなりましたし。畑野さん、札幌在住です。札幌ね、本当に大変です。札幌、北海道の知事さん、素晴らしい判断っていうふうに言われてますね。また飛んでしまった。
すみません。チャットがね、パーンとなんか飛んでしまうんですよ。私のやり方悪いんかな。見てませんでした。水に、飛ばしてしまう。いやいや、これ読んだ。ごめんなさいね。この間マネ、炭酸水で、エンテナ、札幌在住です。すいません。ティオクアンさん、とても良い動画、最近ハマってます。ありがとうございます。ハマってください。LNI さん、溶接のタングステン電極は種類気をつけないと、放射性物質のトリウムダメなんですね。など、溶接で摩耗しにくいように、殺性能を高めるために他の物質が入っているので、純タングステンのみを選定しないと危険ですよ。ありがとうございます。タングステンのだけしか入ってないやつにしないとダメだっていうことですね。わかりました。畑野さん、動画を参考に次亜塩素酸水作りました。ありがとうございます。うまくいきましたでしょうか。日本太郎さん、次亜塩素酸ってすぐに反応して水になりますが、コーヒーフィルターとかでこしても大丈夫だと思います。あんまりね、劣化しないですね。こういう紙ではね。僕思うにね、タンパク質、窒素化合物に触れると、かなりそれは劣化しますがね。こういうね、セルロース的なもんはね、そんなに大丈夫ですね、これは。水谷さん、やはり奥様のサポートがないと、ゆうかさんコメント飛ばしてしまう。これなんか急にポンとね、ボーナスさん、8時間の電気分解したやつ、500ppm 程度の次亜塩素酸水、外出の時にジャブジャブスプレーして頭からかぶって殺菌してます。全然大丈夫です。500ppm でも頭からかぶっても大丈夫ということで、レポートいただいてます。この頭ね、ハゲたりせんかな。大橋さん。今、製図用の H のシャーペン芯使ってますが、なかなか良いです。H って固めですね。かなり。固めでもいいんですか。はあ、シャーペンせやけど、細いですよね。それ、電極面積狭いけど、それはなんか、隅かなんか、10本とかそういう束ねるんですかね。日曜大工さん。交流だと化学反応が起こる前に極性が変わるので、極性変換を秒単位で変えないと、次亜塩素酸水が作れないと思います。なるほど。なんで交流でできひんだんかっていう理由ですね。わかりました。はい。なるほど。畑野さん。消毒液がまだまだ売っていないので、とても助かります。ジャバジャバ使ってます。ジャバジャバ使ってください。全然お金かからないんで。ゆきひろさん。ゆきひろさんですね。40ppm で厚生労働省が今試験中らしいです。5月2日のホームページ。厚生労働省。インフルエンザには効くっていう話。それは経産省でしたっけ。なんかよくわかんないですけど、なかなか判断できないみたいですね。なんか政治的なこともあるんかもしれませんが、まあ、それはわかりません。DJ さん、NaCl の電気分解でできるのは、次亜塩素酸ナトリウムです。それなら、ハイターを薄めてそこから pH を5にするのがポイントと思います。そうですね。基本的に金属電極でしたら、
次亜塩素酸ナトリウムですけれども、炭素の電極ですんで次亜塩素酸水ができるというわけです。大橋さん、溶接のタングステン電極、金でありますね。太さも良さそう。そうですね。タングステン、純粋なタングステンの方がいいらしいです。若松さん、ジアポケットは専用ジアソルトがないとアルカリです。そうですね。なんか、pH 調整必要なものが入ってるということで、なんかまた飛んでしまった。97553、ヘンテナはアマチュア無線技師として、登竜門、地デジテレビ応用最高でした。ありがとうございます。私もね、昔やってたんですが、もう最近全然やってなくて、アンテナ、ね、地デジにその昔やってた、ことが活かされて嬉しいです。R トミーさん。キデのやり方見て乾電池の単層部を取り出して作りました。殺菌の効力は確認できませんが、イカの塩辛入ってた器の生臭い匂いは消えました。きっとね、それ効果あると思いますね。今雨降ってきましてね、ものすごい音入ってると思うんですが、申し訳ないです。かずやさん、歯医者さんのおすすめのうがい薬、ビッグウォーター。そういうのあるんですね。ナイトライダーさん。安価な白金電極は何がありますかね。廃車の廃棄触媒でしょうか。安価な白金電極はないと思うんですけども、チタンの白金メッキぐらいですよね。横山さん、鉛筆の芯ではダメですか？いや、鉛筆の芯大橋さんとかやっておられますよ。いけると思います。カフェさん、カフェさん、イルカさん、今度はペニシリン作りますか？怖いけど見てみたいです。いや、それは無理です。ウッチーさん、電極譲ります。送り先教えてください。ウッチーさん。メール、概要欄にあって、もし、譲っていただけるんだったら、メールでご連絡いただけたら、譲ってもらうのに、あれですけど、そんなこと言って厚かましいですけど。日曜大工たくさん。電極に墨汁の炭棒って電気流れましたっけ？知らないですけど、なんか真っ黒系にならへんかなと思う。いっぺんやってみてください、とにかく。ボーナスさん、備長炭ですか？ 8 時間で中性、500ppm 程度は変わりませんか？濃度や pH と電気分解時間の参考実験アップ期待してます。そうですね、備長炭、ね、今後、ちょっと課題ですね、やってみたいですけど。キセイさん、キセキさん、15センチの備長炭で作っていますが、ちょうど回答ですね。最初だけうまくできました。Amazon で、日層ソーダのプール用の次亜塩素酸カルシウム 70% 末地の頭程度を1リットルに溶かすと 1000ppm 以上の濃さになりました。すごい効くんですね。暇な管理人さん。今、同僚と二人で頑張って次亜塩素酸水作って大変助かっております。質問ですが、匂い消しの方はどうですか？おすすめでしょうか？匂い消えますよ、本当に。加齢臭消えましたしね、かなり。それでもまだしつこく残ってますけど。でもだいぶマシですわ。ウニさん。マウスのローラーがスクロールを飛ばしているのかも。そうか。ページダウンボタン
の方が良いかも。あ、ページダウンボタンか。ページダウンボタンどれや？どこや？ページダウンボタンないよ。これノートパソコンでね、あんまりなれへん。これでいいですね。ページダウンボタンします。あら、飛んだ。飛んだね。飛んだよ。あ、ここや。保険サットさん。1000ml10g の食塩で6時間で USB 電源で動画のように作成しています。生成した液体にティッシュペーパーを溶けたようなものが含まれていることはありますか？塩素濃度チェックは水素検査試験の青いボトルを使用しています。まず溶けたものはないですね。なんでやろう。わからんですね。塩素濃度試験、は青いボトルっていうのはあるんですよね。なんか見たことあります。Amazon とかで。はい。ちょっとね、ティッシュペーパーのことはわかんないです。申し訳ない。和也さん。ポイックウォーターは 500ppm の電解しやすいですし、電解しやすい安全と思います。電解しやすいね。ちょっとアルカリですけどね。まあ、それでも 500ppm でも大丈夫っていう。あ、そうですか。歯医者さんで使ってはる。まあ、そんな、大丈夫っていうことで。大橋さん 500ml 作る環境で片極6本束ねてます。あ、シャーペンの芯6本束ねたらいけるっていうことで了解です。LNY さん、スカイジャズさん。後追試で44交換膜とはいかないんですが、陰極側を素焼きの植木鉢の中に入れて、なんちゃって角膜代わりにしました。電圧は少し上げて 15V100mA。3時間後の結果は、植木鉢の中は pH12 以上。アルカリ性ですね。植木鉢の外側は pH2。2は強酸性ですね。強アルカリ性と強酸性方向に液が偏りました。主に水酸化ナトリウムと希塩酸ができたんでしょう。そうですね。やはり先生に簡単で、一層式が微弱酸性で良いです。ただいま量産中です。安価で助かってます。ありがとうございます。そうなんですよ。角膜はそれはもちろんね、酸性になって良いのだとは思うんですが、強い酸性になるとね、ちょっと危ないですよね、塩素が。ナリさん、こんばんは。ロケストでバーベキューしながら、家族でワイワイしてますわ。寒いですか、そんなに。冬のことですよね。最近はもうだいぶ暖かくなりましたね。ロケスト今年ね、新しいの作らなかった。来年は作りたいです。大橋さん、シャーペンといえども2ミリ。2ミリってでかいですね。普通 0.5 とかそう。2ミリのシャーペンあるんですね。そうか、なるほど。そういうのがいいですね。さすらいのスイマーさん、こんばんは。はじめまして。こちらこそ、こんばんは。はじめまして。よろしくお願いします。LNY さん、いいの。LNY さん、ちなみにではなくて、ちなみに L ではなくて、I です。ごめんなさい。失礼しました。INY さん。イニュイトです。イニュイトさん。すいません。失礼しました。今日はこの辺で失礼します。また実験楽しみにしてます。スプレッドシートありがとうございます。皆さん、イニュイトさんのスレッドを探していただいて、スプレッドシートにぜひ書き込んでいただきたいと思います。特にうまくいったデータを書いていただければ非常にありがたいです。
どうもお世話になりました。ありがとうございました。厚揚げさん、興味深く拝見しております。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。また、飛んだなりさん、炭棒はごま油などのすすを固めて作ったようです。なので、おそらく電気は流れないかと。すすも炭素だとは思うんですが、油がね、だいぶ混じってたりしたらちょっとまずいですかね。まあやってみないとわかんないかもしれないけども。R トミーさん、炭は備長炭しかダメですか？竹炭でね、大橋さんはやらはったんですけども、バラバラになったっていうことなんで、まあ、備長炭も割れるんですよ。横に割れるんですけども、幾分丈夫かもしれません。まあ、ちょっと工夫がいると思います。炭は。いっぺん、まあ、トライしてみてください。ボビーさん。2セット作りましたが、ありがとうございます。やはり黒いゴミは取り除きたいです。スプレー詰まっちゃいました。コーヒーフィルター、移し替え、混ぜる棒とか有機物に触れれば触れるだけ劣化しますか？真っ黒なボトルに入れて1週間くらいで使ってます。どうせ、ただ同然なので、危険な液体にはならないように気をつけます。コーヒーフィルターではそんなに劣化しないです。感覚的には。それから、むしろ黒いその炭素の粉で劣化するように思うんですね、私は。だから、その使い回しの容器なんかは結構、使うたびに、その黒い粉をきちんと洗った方がいいと思います。底なんかはね、黒くなりますんでね。ゴーデンデケモンさん。私も備長炭で作ってみました。わからん。どこ行ったもうちょっと下。急にどっか行ってしまう。なんでやろうな。ここ、えあ、ゴーデケモンさん。私も備長炭で作ってみました。電池の炭素棒、チタン、備長炭。これが一番早くできるように思います。とにかく、泡がすごいです。表面積が広いからでしょうか。やっぱり備長炭いいみたいですね。備長炭有力です。さすらいのスイマーさん。僕もマンガン電池から炭素棒を取り出し、1リットルの水に10グラムの食塩で作りました。熱帯魚売り場でpH試験紙も買ってきて同じ条件で作ったんですが、黒い粉が浮いて、これは取り除かず、そのまま使うのは OK なのでしょうか。ブルーベリー試験紙もわかりやすく良かったです。ありがとうございます。黒い粉はね、劣化すると思うんですよ、炭素の粉。HClO が、次亜塩素酸が分解されやすいと思うんで、できるだけ取り除いてやった方がいいですね。で、上澄みだけ取るように動画では言ってたんですが、やっぱり、コーヒーフィルターとか通した方がいいと思います。管理員さん、お疲れ様です。また質問ですが、5V で30アンペア。それはないでしょう。いや、それは無理ですね。30アンペアは多すぎますね。ミリアンペアオーダーですんで、30アンペアはちょっとやりすぎです。なりこさん。マンガン電池から炭素棒を取り出すのに、精密作業用ニッパーを使えば楽にできました。先が細いやつですね。それでうまく、取り出せるっていうことで、ありがとうございます。ウニヤマさん。
手指消毒の消毒具合は測れないと思いますが、噴霧器で手にかけた際に何秒で ppm が落ちていくのか見えるようになると、どれだけ噴霧し続けるのか目安が求められるのかも。そうか。つまりその手のひらにこういう、なんつうんですか、こう、手のひらにこういうのを置いて、で、プシュッとやってみると。一遍やってみようか。まあ、それで何秒ぐらいで、分解されるかということですね。なるほどね。タフさん。貴重な、情報交換のライブ配信ありがとうございます。発信ありがとうございます。ところで、チャットが飛んだとき、コントロール F で検索すると見つけやすい。コントロール F？ コントロール F を押してみるの？なんだこれ。検索窓が出てきた。あ、ここになんか、語句を入れるんですかね。はい。今度やってみます。飛んだとき。ありがとうございます。あ、飛んだわ。で、何でえ、こん、こういうこと？お、見つかった。すごい。コントロールで。とっちゃんさん。作成方法、大変参考になっております。こちらは歯科で提供されているように、校内の殺菌に使用しても問題ないでしょうか？炭素棒が浮いていたのが気になって、校内をゆすいで吐き出し、水で、ゆすげば問題ないように考えておりますが、いかがでしょう？歯科で、そうか。私、これはね、もう完全に自己責任ですね。これ多分ね、タールがね、溶け出してると思うんですよね。茶色になったりしてんの。少し茶色になってますよね。私はね、実はやってますね。うがい時々やってますね。いい感じですけど。進めません。また怒られそうやし。なりさん。巻きを消費しちゃおうと思ってカレー、アヒージョ、ステーキの3連発です。日本酒が合いますね。3人で、コゼンマック休日をエンジョイしています。最近は他府県のナンバーの車をちらほら見かけますね。ロケットストーブのお話ですよね。ありがとうございます。なるほど。マリオ青木さん、炭素棒の取り出しも100均の電池なら周囲をかき回さないで、でも炭素棒を指で掴み簡単に回せました。そのまま引き抜けました。あんまりグリグリやらんでも簡単に抜けるっていうことで。了解です。R トミーさん、9V400mAh の AC アダプターを使ってます。なるほど。9V 400mAh ちょっと少なめですよね、9V。9V やったら倍ほど流れる。ちょうどええぐらいですかね。はい。AC アダプター、ちょっとね、電圧高めのやつにした方がいいかもしれません。5V っていうのはね、最低限ですね。マーマさん。マーマさん。マーマさん。はじめまして、ジャイアン素酸生成器で作ったジャイアン素酸ナトリウムをジャイアン素酸水にすることはできるでしょうか？市販のやつですね。炭酸で割れば、ちょっと薄なるけど、できると思います。それで十分だと思いますけどね。ちょっとずつ入れていって、中性になったら、もうそんでいいんじゃないでしょうか。まさはるさん。レンジでゆで卵からの新参者です。いえいえ、もう、随分長く見ていただいてありがとうございます。管理人さん、また飛んでしもた。コントロール F やったな。
んあ、一つだけお聞きしたいのですが、これいいわ、これ。好奇心旺盛ですが、血液型 O 型です。なんで茶野さん、炭素棒や炭をコーヒーフィルターに包んで引火したら黒くなるのを防げないでしょうか。引火。ああ、なるほど。棒を最初から包んどくいうことですね。確かにそれはいいかもしれん。それはいいですね。今度一遍やってみようか。R トミーさん、1リットルで3回ぐらい、製作したら炭素はかなりスリムになりましたので、3、4回が良いみたいですね。3回でダメですか。もうちょっと私はやってますけどね。無理してやってますけど。まあ少なくとも10回ぐらいはやってますね。安弘さん。電池の炭素棒で4セット作って、4セットすごい。これまで10リットルくらい作って使っています。塩素の匂い、プールの匂いがするときは効いているように感じます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。塩素の匂いよりもいい感じの匂いですね。塩素の匂いね、もっと鼻にツンとくる感じですわ。あれはいけません。チタンのこれでやったときに、酸性が、こっちの曲は、酸性が強くなって、塩素出ました。めちゃめちゃ危険でしたけど、すぐにやめるように、かみさんに怒られました。どこまで行きましたっけ。さすらいのスイマーさん。炭素棒を取り出した後のマンガン電池の残骸はどのように、燃えないゴミですね。燃えないゴミです。電撃さん、pH 測るのに ARD なんでできそうです。グレアなメーターキット。ちょっとわかんないです。上等そうな測定器ですね。そういうのでやるといいと思います。ナインキーズさん。炭素沈殿物を除去するのに定量分析用1種では時間がかかりすぎました。2種から3種が良いように感じました。十分取り除けました。ロシの目のことですか。ロシの目のことなんやろか。なんか、科学専門のことなんでしょうかね。細かい目のやつで取り除けたというふうに理解しました。まさはるさん。動画参考に作れてる人が多くて、コミュニティ出来上がってますね。DIY の真髄を実感してます。そうなんですよ。動画ページっていうのは、コメント込みで、価値が出るもんだと考えてるんです。それでいろんな方がいろんな研究されて、それで、完成度が上がっていくんじゃないかと。で、この動画ページは、本当にたくさんの方がいろんな研究されてて、一つのラボみたいになってますんでね。それを、見て、できるだけ皆さんコメントの方にも、動画は一つの叩き台ですんで、むしろコメントの方で、私自身もね、学ぶことたくさんありますんで、皆さんもできるだけコメント、目を通していただきたいと思います。マンボウさん。ジャイアン素酸水生成器すごいですね。本当にね、作った自分が言うのもなんですが、びっくりしましたね。うまくできたんで。普通アルカリ性になると思ってたんですが、偶然って言いますか、炭素棒に変えたら、ちょうどいい感じになりました。なりとさん。当方も動画の通りにして作れていますよ。ありがとうございます。
またイニュイトさんのスプレッドシートに、データ書いていただいたら嬉しいです。ナインキーズさん、そうです。ロシのJIS企画、そうなんですね。やっぱり、JIS企画で、ナインキーズさんの推奨されるロシで、黒い粉が取り除けるということですんで。はい。京介さん。どうもこんばんは。どうもお世話になりまして。ありがとうございます。白岩さん、ルビチャンネルさん。はい、こんばんは。先日メールありがとうございました。京介さん、ちょっとごめんなさい。だいぶ抜けてしまいました。京介さん、どうもこんばんはの上の京介さん。ロシで電極を包んでしまうと、角膜のようになってしまうので、そうか。弱酸性にならないかもしれない。角膜みたいになるから、中和がちょっと阻害される可能性がありますよね。そうか。最後に越した方が良さそうに思います。なるほど。そうですね。白岩さん。こんばんは。先日はメールありがとうございました。調べてみたのですが、次亜塩素酸水には pH7.3 程度のものまで経済産業省では、認可されているものがあるようですね。楽しく DIY いいですよね。そうですね。計算JIS関係ですね。JIS の方では、弱アルカリでも、次亜塩素酸水って言ってますよね。そういうんで。はい、白岩さん、本当にね、一番最初ね、アルコール、イソプロピル、イソプロパンの、工業用のアルコールをですね、なんていうのか、消毒用に使うっていう動画上げておられたんで、それを見て助かりました。私んとこ喫茶店で、その消毒用のアルコールが全然なくて非常に困ってたんで、白岩さんのチャンネル拝見して、それを消毒用として、急場をしのいだというところです。今でもね、ないんですけれども、今も休業要請、ではないのか。でももう開店休業になるから結局休業してるんですが、その時イソプロピルのアルコールの動画拝見してね、大変参考になりました。ありがとうございました。若松さん。若松さん、ごめんなさい。また、飛んでしまった。あれ違う。何してんねん。コントロール F。若松さん。他の生、違う。メッセージが撤回されましたになってるし、若松さん。そこじゃん。もっと上白岩さんで検索するわ。はい。横田さんですね。これで作ると、なぜ弱酸性になるのですか？そうですね。次亜塩素酸というのが作られて、それがですね、結局、こういう、炭素と次亜塩素酸が化合して、二酸化炭素と塩酸になるんですよ。その塩酸が酸性ですんでね、その、陰極の水酸化ナトリウムを中和するという、そういうことなんです。簡単に言えば、そういうことなんですけども。詳しくは、一応化学反応式考えて、コミュニティタブ、限定公開の動画で、コミュニティタブ見ていただいたら、一応、その動画の
の、コミュニティタブありますんで、よろしくお願いします。それから、キャンピングカーも、おっさんさん、キャンピングカーも面白そう拝見します。よろしくお願いします。キャンピングカーね、ちょっと全然やってないんですけども、ステイホームでね、またもうちょっとして、大丈夫になったら、キャンピングカー、車中泊したいと思ってます。SS さん、自分は炭酸水とハイターを使うやり方で作ってます。展開するやり方を選ばれる理由を教えてください。そうですね。炭酸水とハイターね、白岩さんなんかもやられてますけど。それがいいと思いますね、手軽で。いいんですけども、炭酸ナトリウム結構たくさん溶けてますよね。そういうのとか、それから、その電解したら食塩を電解するだけですんでね。それ以外のもんは、食塩はかなり濃い、食塩が残りますけども、それ以外のよくわからんもんは入ってないんで、その方が人体、例えばうがいしたりするときにね、安全かなと思ったのが一つの理由です。はい。9755さん。エアコンのガス注入先生の電気知識使いながらの注入方法、納得理路整然でした。本業の方は勉強が必要かも。本業っていうと喫茶店のことでしょうか。喫茶店私勉強不足かもしれんな。違うかな、言うてはる意味合うてんのかな。タフさん。電気電子工作の知識と制作技能があれば、直流電源出力にタイマー回路とリレー回路で間欠的に入れ替えるようにもできそうですね。切り替え時間何秒。そうなんです。プラスマイナスね、入れ替えたら、減りが均等になります。しかし、入れ替えた直後ね、やっぱりなんか知らんけど、タールがね、出るんですよね。だからこれ入れ替えるのはいい、あんまりね、頻繁にやると茶色になってくるのは激しになるのちゃうかなと思うんですけど。ナイトライダーさん。私もてっきりエアコンの先生と思っておりました。いや、エアコンってそんなね、大したことないです。吉本さん。塩素臭、臭さは取り除けないでしょうか。塩素臭、それが象徴ですんでね。それがあるからこそ、あれはいい感じの匂いと私は思うんですが、リゾートのプールの匂いというふうに取っていただいて、ナイトライダーさん。塩素臭ではなくクロラミン臭、有機物と反応したときではないでしょう。そうです。その通りなんですね。塩素が有機物と塩素ではないんかな。また飛んでしまった。ごめんなさい。コントロール F のクロラミン。クロラミン臭ですね。はい。塩素はね、ほんまに鼻をつくとんでもない匂いしますんで、それではないですね。はい。さすらいのスイマーさん。コーヒーフィルターで、こして黒い粉を取り除くようにしてみます。ありがとうございます。素人ですが、わからないなりにも同じようにできると楽しいですね。私も素人ですんで、はい。全然、分かっていませんが、はい。ナインキーズさん、ガーゼ程度の粗め布で、電極を包み、ちょっと雨が降ってきましてすみません。スターラーで攪拌しながら電解するのも一向かと。あと、こした方がお手軽ですけど、
後でこした方が。はい。なるほどね。ちょっと攪拌しながらね。攪拌っていうのがね、どうなんですかね。炭酸水素ナトリウムが溶けなきゃいいんですけどね。ボビーさん。先ほどはご回答ありがとうございます。ペット用で洗浄殺菌用で次亜塩素酸水が商品化されて pH3 なのです。3?8 か。老眼でね、ちょっと。3ですか。質問です。殺菌用に最強な数値を教えていただけますか。あと、人体的、動物的に安全な数値も教えていただきたいです。殺菌的に最強なのは pH5 ですね。5は次亜塩素酸含有率が 100% です。それから動物的に安全なのは中性です。pH7 ですね。はい。多分そういうことだと思います。サイエンズさん。はじめまして、私は動画参考に鉛筆の芯を炭素棒として制作しました。なるほど。鉛筆の芯の研究は大橋さんとか柿澄さんがやっておられます。なんかうまくいくみたいですね。私もそれちょっとやりたいですね。正春さん。ラボの教授でも予想外の高結果にびっくりってあるんですね。ガス発生です。中止命令とか内助の高エピソードが素敵です。お二人に感謝します。ありがとうございます。そうなんですよ。ガス、塩素ガスね。ちょっと、チタンでやった時塩素ガス出ましたね。なんか、曲板をね、だいぶ離してたんで、横に広い容器でやってたんでね、酸性のプラス極の方が、かなり強酸になりまして、塩酸ばっかりになって、で、塩素ガス出ました。どこでしたっけ。R トミさん。貴殿のことを同業、飲食業の友に地下水をレクチャーしました。大変喜んでいました。そうですね、飲食業の人みんな同じようにアルコールのことでね、困ってると思うんですよ。まな板やらね、必ず殺菌しないといけませんのでね。はい。レクチャーしていただいてありがとうございます。清高さん。両切りスイッチでないと危ないですよ。両切りスイッチ両切りこれ片切りやな。この片切り片側切っただけやったらあかんのかな。まあ、こっち側がホットやったらあかんっていうことですかね。両方切った方がいいらしいです。それから、若松さん、すいません。先ほどのコメント下手で30分でダメになったら、次亜塩素酸水2リットルというのは、他の成績で作った次亜塩素酸ナトリウム液をクエン酸で酸化させたもので、pH 下げたっていうことですよね。pH6、濃度2泊で完璧に作れたのですが、30分で塩素濃度0になりました。クエン酸はダメみたいです。そうなんか。クエン酸、次亜塩素酸を分解するんですか。そうなんか。クエン酸って結構複雑な構造なんですかね。炭酸が無難ですよね、やっぱり。はい。貴重なレポートありがとうございます。QR さん。この放送ぜひ残しておいてください。アーカイブ一応あると思うに残すんですけども、とりあえず限定公開にします。失言があったらあかん。せやけど、かみさんに聞いて、どうもなかったら、そのまま残しときます。そういうふうに言っていただいて光栄です。
かまじいさん。8時間電解で作りました。黒い粉はこさなくても1週間後でも十分な塩素濃度保持。すごいな。黒い粉はしばらく静置して沈殿させ、上澄みを取れば簡単です。また、コーヒーフィルターでこしても問題なかったです。あ、そうなんですね。それはいいこと聞きました。そんなに持ちますか、1週間。私はね、だいたい3日ほど以内に使ってしまいます。白岩さん、ルビチャンネルさん。質問ですが、備長炭を電極にされた方の場合、浸透圧で電線まで水溶液が上ってきませんでしたか？私やりました。上ってきますね。だから、硬度がありますよね。それがまずいと思うんで、導線直で、やらないように、導線直で巻かないようにしました。つまりその備長炭のその上の方、水面から出てる上の方に、ちょっと、なんていうのかな。自分の方向けよう、もう。備長炭の、上出てるとこにアルミのホイルをかぶせて、アルミだったら軽金属だから、硬毒っていうことはないと思って、そのアルミホイルそのアルミホイルに、ゴムでアルミホイル止めたんですけども、そこに電線を巻きつけたということで、一応電線には、水は、かからないようにしたということですね。R トミさん。当店でも地圧水をお客様自由に使っていただけるように、黒色のスプレーボトルに入れて、なるほど。紫外線避けるためにね、そういう風にされてるんですね。いろいろ工夫されてるということで。マコさん。ビタミン C は塩素と吸着して、塩素を取り除く効果があります。塩素と吸着。ビタミン C 酸化作用がありますよね。栄養素の酸素を取って無色にするっていうのがありますんでね。確か、そうやったんちゃうかいな。違ったっけ？ちょっとわからん。塩素も吸着するんですか？ということは、つまり、次亜塩素酸を分解するっていうことですね。ビタミン C。違うんかな。ちょっと、後でもう一遍勉強し直します。タブタブさん。私が作った際に各工程の電圧を測定すると、USB 電源で塩水を入れる前、二極間を測定すると 5.2V ありました。これは当然でしたが、塩水投入後 3.4V になり、さらに電源を切った後、電源がない状態で測定すると 1.7V。えらい下がってますね。そうだ。電源切った後も、電源がない状態で 1.7V の電圧がまだあるという、このミステリーということですね。塩水投入後、測定すると 3.4V っていうのは、電流が流れたんで、その USB のアダプターにもよりますが、電圧効果って言いますか、アダプターの容量が小さい場合は、電圧が落ちてしまいますね。それを、全然電源がないときに 1.7V の電圧が出たっていうのは、水溶液がですね、電池みたいになってたのかな。多分そうだと思うんですけど、ちょっとその辺は難しいですね。白岩さん。次亜塩素酸は有機物に反応しますから、クエン酸はダメですね。なるほど。クエン酸で中和しようとしてもダメだと。なるほど。クエン酸だいぶ複雑な化合物ですね、やっぱり。わかりました。クエン酸はダメですか。なんかそんなやったる人あったんちゅうことかな。美容室じゃなかった。クエン酸ダメですか。わかりました。
佐野さん、いつも楽しく拝見してハマっています。ありがとうございます。最近塩を使わず水道水に、また飛んでしまった。水道水だけを電解して次亜塩素酸水を作るスプレー式装置が何種類か販売され出しました。水道水だけでもできると思われますか？どういうこと？水道水だけをどういうことで、水道水だけを電解する。何にも塩入れんと。ちょっとわからないですね。そんなんでできんのかな。ほとんど電流流れへんしなぁとか思うんですけど。ちょっとわかんないですね。はい。大橋さん、クエン酸 C6H8O7。結構ね、有機物ですよね、これ。分解する可能性ありですね。ありがとうございます。9755さん。先生、皆さんとても参考になりました。私は明日仕事なので、日曜日ですけども。はい、お勤め、お疲れ様です。ありがとうございました。ご覧いただきまして。それでは失礼いたします。9755さん、失礼いたします。ナイトライダーさん、クエン酸でも、試薬グレード以外はかなり、不純物が残っていますので、塩素が分解すると思います。そうか。やっぱりね、クエン酸ダメですね。中和にクエン酸使うのは NG ということで了解しました。クエン酸は次亜塩素酸水を分解してしまいます。マコさん、わかりました。もう複数の方がおっしゃってるので、クエン酸はやめた方がいいです。私も全然分かってないんで、その辺のこと。すいません。シュウさん。はじめまして、いつも楽しく拝見しております。いい声してますね。喋りの雰囲気が昔の深夜ラジオ風でたまりません。知的に、喋り下手なんですけど、知的マニアックな感じがして耳に心地よく病みつきになってしまいます。次亜塩素酸水生成して周りのものに喜ばれてます。応援してます。ありがとうございます。いや、もう喋り下手です。もう、ぐだぐだになって。で、今日はね、お酒飲まずに、いつもね、この時間絶対飲んでますが、ぐだぐだになったら困るんで、シラフでやってます。白岩さん。pH 調整するならリン酸がおすすめですね。塩酸は危ないです。そうですね、塩酸はね、ちょっときついし。リン酸っていうのがあるんですか？リン酸は分解しないんですね。リン酸ってどんなんやろ？リンは P やし、pH なんかそんなんですか？ HP 分かってない。ナイトライダーさん。工業用クエン酸が手につくと、洗い流してもベトベトするので、油分が混じってるように。そうか。クエン酸ってね、食用と工業用ありますよね。特に工業用はちょっと質があんまり良くないみたいですね。ホラハルさん。アダプター内のコンデンサに電荷が溜まっていた場合、多少の電圧が残る。そうか、電池じゃないんだ。さっき電圧なくならへんって言ったはったんは、結局、アダプター並活回路のコンデンサに、電圧がちょっと残っとったということですね。一般論。はい、わかりました。吉どんさん。ドン吉さん。旧山陽電機の加湿器、ウイルスウォッシャー機能付きのものは水道水中の塩素を使った次亜塩素酸水を生成する。優れもんですね。何にも使わずに、それでできるという。はい、わかりました。そういうのがあると。ナイトライダーさん、水を電気分解して、酸素と水素が出てこない。
そうですね。普通そうなんですけども、水酸化ナトリウムを混ぜたやつだったら簡単なんですよね。全然影響を与えないので、水溶液に、何の変化も起こらないので、酸素と水素が出るだけなんですけれども、これややこしいことに塩素が入ってるんで、ものすごいややこしいことになるんですわ。NaCl？ えー、水道水のこと言うたはんのか。あ、水道水のこと言うたはん。うん。水道水には塩素が入ってるから、まあなんかできるんでしょうかね。まあそういうことだと思いますが。白岩さん。日本の水道水の中には、次亜塩素酸類が 1ppm、えらい少ないですね。入っているので、アルカリイオン水や酸性水を作ることができる。それが次亜塩素酸水と言えるのかは別問題だと思いますが、アルカリイオン水か。アルカリイオン水や酸性水を作ることができると。また、その辺の水のこと全然わかってないんですけどね。アルカリイオン。まあなんか、水道水を電気分解して作るということですね。なんかそういう製品確かあったように思いますね。昔からなんかあったな、そういうの。すみません、あんまり分かってなくて。厚揚げさん、自家製品は営業用に使用はやめた方が良いと思います。私も動画を参考に作りましたが、微妙な条件の差で pH が安定しませんし、形状変化も不明です。手に使用したとき、皮膚の表面がヌルになったこともあり、個人差ありそうで、不特定多数営利使用は危険です。欧米では訴訟のネタになりそう。そうですね。自分で使うと。自分とこのもんに限ると思います。R トミーさん。この地圧水を、超音波加湿器に入れて、室内を除菌しようと思い、ダイソーに買いに行ったんですが、ダイソーに超音波、季節柄ありませんでした。加熱式ダメなのは分かってますが、超音波加湿器なら良いですか？食塩がね、食塩が入ってるんでね、超音波加湿器、よっぽど薄めても、やっぱりあんまり良くないかな。食塩濃度 0. 何%とかいう形でやればいいんですけども、この動画の形でやると、食塩の濃度が 1% ありますんで、それはお味噌汁と同じぐらいっていうふうによく言われてましたけど、それは相当薄めないと、それでも多分やめた方がいいと思います。チアソルトのまがいものをクエン酸で作ります。クエン酸がね、どうなんかなというお話がね、先ほどからあるんですが、次亜塩素酸を分解するということです。はい。ツインカムターボさん。イルカさん、今度、焼酎などのお酒から蒸留して、高濃度の消毒エタノール作ってみませんか？酒税等の問題もありそうですが、そうですね、蒸留がね、うまくできればいいですけど、湯煎かなんかで蒸留するんですかね。まあそういうのもいいかなと思います。オラハルさん。次亜塩素酸ナトリウムとクエン酸を混ぜて飲むと、体内のコロナに効くとして、実際に飲んで救急搬送され炎上した議員さんがいたと聞きましたが、誰だったのでしょう？知らないです。すいません。大橋さん。電源切っても電圧あるもん、私も経験しました。USB ケーブルアダプタから外しておきますよ。ボルタ電池と同じ原理だと思います。やっぱ電池ですか？なんか二通りのご意見。並活回路のコンデンサに蓄えられていた電気って
っていうお話もあります。どっちかですね。QR さん。皆様の知識も素晴らしくて、これは文字起こしして出版されたらそれはないと思います。でも、神さんがもしかしたら字幕つけてくれるかもしれませんが、これは大変だから多分やらないと思います。これもうめちゃめちゃ大変。つよっちライフスタイル研究所さん。私もイルカさんの動画を参考に作ってみましたが、アルカリ性になってしまいました。そうですよね。アルカリ性になりがちなんは多分、電流が強すぎたか、あるいは、炭酸水素ナトリウムが溶けたかという二つの原因が考えられるとは思います。やはり、そうでしたか。残念です。ボビーさん、すいません。Wi-Fi の環境でイルカさんのご回答聞けませんでした。殺菌的には pH5 で、人体動物的 pH7。はい、そう言いました。動物的には pH7、中性。でも pH5 でもね、弱酸性ですんでね、全然問題ないと思いますね。5から7の間がいいと思います。トミーさん。パナソニックの GIE のという製品は、キレの方法と同じ水と塩を入れて使用するものです。そうですね、GIE のジア塩素酸という言葉を使っていますけどね、水とは言わずに、ジア塩素酸と、なんか、水と言うたらあかんみたい。よくわかりないんですけど、GIE のっていうのは、空気中に、空気清浄機とセットになってるやつですかね。多分そういうやつだと思います。つよっちライフスタイル研究所さん。陽極と陰極の間に角膜を隔てないといけないでしょうかね。私がやったのは角膜をあえてつけていないということです。それでも一応できたということですね。中和反応を陽極陰極の間で、即やってしまうという形です。カキピーさん。実験としてはとても楽しく拝見させていただいております。必須かもしれませんが、出来上がった水溶液の濃度が電流や水中の高さとの問題もあり、安全に消毒するという目的からはちょっと厳しいと思います。ジクロイソシアヌル酸ナトリウムは安いので、それで、そうですね。私はジクロロイソシアヌル酸、全然悪いと思いませんよ。それを使われる方はそれでやられるの良いと思いますし、私も使ってます。ただ人間に使う場合にね、それで、はあんまり使ってないですね。なんかね、喉が痛くなった記憶があって。それちょっと効果あったのかもしれませんけどね。次亜塩素酸水ではそういうことにはならない感じですね。割とppm が高くてもね。ボビーさん。今度オンライン飲み会しましょう。オンライン飲み会いいですね。ぐだぐだになってしまいますけど。コバチンさん。水道水、アルカリイオン水や酸性水を作る浄水器を使用しています。なるほど。先ほどありましたね。白岩さんおっしゃってたけど。アルカリイオン水、酸性水。ナイトライダーさん。お酒の蒸留動画は多数上がっています。そうなんですね。もうすでに。はい。白岩さん。イルカさんのラボ部屋が私の部屋とよく似ているので、共感を得て嬉しくなる。そうなんですか。こういう、なんかごちゃごちゃしたパーツ、ハンダゴテやら、部品を整理した一応、今日のライブのために、ちょっと片付けたんですが、ぐちゃぐちゃになってましたけどね。はい。こんなとこでやったのかな、白岩さん。はい。どこだまた飛んでしまった。
だいぶ遅なってきましたね。白岩さん、これを押してしまう。白岩さん。うん。時間が遅なったっていうことよ。ああ、もう見つかった。大橋さん、部品棚が羨ましい。えあ、そうか。ちょっとすいません。飛ばしてしまいましたようで。こちらですかね。10時16分ってそういう数字出てないし、こっち。うん。白岩さん、イルカさんの部屋、ここ読ませてもらって。熊本さんですね、次。次亜塩素酸水は加湿器や、霧吹きでも効果がなく、流水で使用するのがいいらしいですね。ジャブジャブと。そうですね。野菜洗ったりするのに、その流水でっていう大規模なそういう装置になると思いますけどね。こういうので作った場合はですね、10リットルぐらいいっぺん作って、キャンプ用とかで使う水の容器に入れて、ジャーって流しながらやるんですかね。まあ、薄い場合はね、そういうふうにするということで。石井さんじゃない。新じゃがさん。こんばんは。初めてライブ参加します。よろしくお願いします。ナイトライダーさん。エアコン付きのラボというのが素晴らしい。このエアコンで。まあ、曰く付きのエアコンなんですけど。ここの部屋を作る前に、大きいリビング、用のエアコンだったんですけど、それが全然効かなくて、もう話してたら長なるんでやめますけど。とにかく、中古のエアコンですわ。はい。白岩さん。私の部屋もぐちゃぐちゃ。やっぱり散らかってしまいますよね。どうしてもね。大橋さん、部品棚が羨ましいということで、先ほどちょっと飛ばして読んでしまう。部品棚ね、白いやつはね、牛乳パックで作ってあるやつですよ。部品がね、牛乳パックにいっぱい入ってる。ボーナスさん。80% 以上のアルコール作成実験、アルコール実験動画できましたらよろしく。もうね、ところがね、そのアルコールね、イソプロパンがね、白岩さんに教えてもらって、それが使えるってことは分かったんでね、一応ね、それでいいかなと思ってるんですよね。もちろん、そのね、蒸留っていうことももっといいと思いますけどね。また、機会があったらやってみたいです。トレンドさん、宇都宮市議会議員が次亜塩素酸ナトリウムを飲むと新型コロナに効くと動画で紹介してしまったことが事故の原因でした。真に受けた人が病院に行きました。次亜塩素酸ナトリウムを飲むと、ちょっとまずいですわね。はい。水谷さん、後ろのトロフィーは8ミリ動画の、狐坂自転車競争。そうだ。トロフィーってあったかなこれ。これですね。最優秀芸人賞第1回岩倉祭。岩倉祭。懐かしい。これ高校生の時にもらったやつですよ。8ミリ動画、あれでもらったやつです。マイナーな話です。ちょっとね、もうだいぶ遅なってきましたんで、ね、ちょっとチャットもうそろそろ、新規のチャットは何か、必要なこと、どうしてもっていうことだけにしておいていただいて、ぼちぼちとね、明日お仕事の方もいらっしゃいますんで、10時半になりましたんで、はい。
先生、言わんといてください。申し訳ありません。ナインさん、ニネさん、今日はこの辺で失礼します。そういうことで、もうだいぶ遅なってきましたのでね、ぼちぼちとお開きかなと思います。とりあえず、今入れていただいているチャットは全部読ませていただきたいと思います。マサハルさん、ラボ部屋が素敵です。ありがとうございます。もうね、ほんまガラクタだらけなんですけど。でもこれどうしようかなと思ってるんですけどね。もうすぐ死ぬでしょ？あと20年ぐらいしたら。まあ、もうすぐってこともないけど。まあね、30年は絶対無理やし。そしたら、これ子供が、あと、もうほんまに嫌がると思うんですよ。このまま残してたら。だから生きてる間に何とかしないな、といけないなと思うな。生きてる間も、しかもある程度ね、体が動く間にね、何とか処分しないと、まあ、ガラクタですんでね。はい。かまじいさん。角膜入れたら中性になりません。角膜入れたら、そう、まあ、やり方にもよるんだと思いますけどね。角膜、混ぜないとね、結果、プラスとマイナスの液体をうまく中和させないといけないと思います。また飛んでしまいました。すいません。それからのりさん、こんばんは。先日動画を拝見させていただき、装置を作成させていただきました。ありがとうございます。ぜひともやっていただいてご活用ください。つよっちライフスタイルさん。食塩電気分解するときに、食塩すべてが分解されるのに、どれだけの時間や電流や電圧が必要か知りたいです。食塩なくならないですね。食塩、私が考えた化学反応式では、食塩が、これですね、4分子の、最初、4分子の食塩が溶かされてたら、それは3分子になるんですわ、反応しても。全部反応してもね。それから、もう完全になくなるっていうことはないと思いますね。食塩、まあ、減ることは減るけども、ほとんど減らへんですわ。と思います。それから、あと、どこを読んでたやろ。わからんようになりました。あ、つよち、のりさんですね、次。作成した次亜塩素酸水が、すいません。作成した次亜塩素酸水が薄い黄色になっている。多分、炭素棒の中の、タール、形成、これを形作るためのタールがちょっと出てきてるんだと思いますね。ピッチっていう、タールとピッチの方にダイオキシンが多いらしくて、まあ、タールしか使われてないんでね、最近のは。多分問題ないとは思いますけども、あまり良くないと思います。ケンジさん。イルカさんこんばんは。動画を参考に2回作りました。1回目は驚くほど泡が出て、プールの匂いやや強めで出来上がりました。2度目はほんの少し泡が出るだけで変化がほとんど見られませんでした。この差は何だったんですか？何なんだろうな。使い回しの容器のために、なんか、前のその炭酸水素ナトリウムが残ってたとか、そういうことですかね。あるいは炭素電極がちょっと消耗してた。あるいはこの接続
ここの接続のとこ水が侵入して、ちょっと接触不良を起こしてたとか。まあ、ちょっとわかんないですけどね、そんなぐらいが考えられますか。はい。それからジアンソ酸水、黄色い、さっき言いましたけど、まあこれ、備長炭とかね、使えば大丈夫です。黄色にはならない。カジノブさん、お時間のある時に遊びに行ってよろしいですか？もうどうぞ、またお会いできる機会がありましたらよろしくお願いします。なんか雨、思いっきり降ってきました。ナイトライダーさん、芸人賞ですわ。高校の時もうしょうもないことばっかりやってて。R トミーさん、私もハム。そうなんですか。まだやってはるんですかね。私はもうやめてしまいましたけど。青木さん、ファンです。作った水溶液で食塩を足して体液と同じ濃度にして鼻うがいしています。1% ぐらいですよね。体液 0.9 かな。なんか似たような濃度ですんでね。鼻、通しても痛くないですよね。白岩さん。はい。楽しいライブ配信ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね。もう、だいぶ時間、10時半になりましたんで、明日、また、いろいろとお忙しいでしょうか。ありがとうございました。またよろしくお願いします。新じゃがさん。いつかアルミ缶工作とかも見てみたいです。アルミ缶工作。アルミ缶で、アンテナ作るっていうこともあるんですよ。アルミ缶工作。アンテナをね、アンテナをちょっと考えたりしてますね。アルミ缶で。はい。マコさん。動画を参考に装置を作ってみたんですが、電極をそこまでつけずに上の方だけに炭素棒をつけた場合だけでも、次亜塩素酸水の作成に問題ないです。それさ、できるだけ長いこの工程を、泡がずーっと通っていく方がいいと思うんですね。上から吊るすだけだったら、ちょっとね、短いですよね。陽極からの二酸化炭素ができるだけ溶けてほしい。しかし、もし電極を接続部分外に出したいんだったら、ここら辺に穴開けて、突っ込んで、で、ここをシーリングして、ちょっと出したところに接続すると。そういう人が言い張ります。いや、青木さんでよかったでしょうか。違うかな。そうですね。青木さん。1週間してますが、何も体に害はないと思う私は何も起きていないです。自己責任で。ありがとうございます。レポートありがとうございます。私も一応、もうだいぶ使ってますが、ちょっとこの辺薄くなってきたかな。あんまり関係ないと思いますけど。オラハルさん。先ほどの電荷の件ですが、炭素棒側に電荷が溜まった可能性も否定できませんので、補足させていただきます。炭素棒側に電荷が溜まる。そういうこともあるのかもしれません。はい。青木さん 100cc。100cc で何も起きてない。100cc を10倍に薄めて食塩を混ぜて鼻うがいしています。10倍希釈。そうか。10倍希釈だったら鼻うがいでも結構。そうやけど10倍、食塩をまた混ぜて。なるほど。なるほどね。そのままやるとちょっとやばいかもしれない。やっぱり10倍希釈ぐらいでやった方がいいと。わかりました。オラハルさん。食塩水の役目は主に水中において電流を通すためだと思っていましたが、どうなんでしょうね。食塩水、もちろんその役目もあるんですが、やっぱりその塩素ですね。その塩素があるということがですね、
大きな。これやね。食塩には塩素が含まれていますんで、それで、この塩素が溶けて、水に溶けて、次亜塩素酸ができると。次亜塩素酸の材料ですね、食塩は。青木さん。炭素棒を3回使って終わりにしてます。すごい贅沢な使い方ですね。私は多分10回ぐらい使ってまだ使おうと思ってます。スカイジャズさん。コロナ、なんて読むんだった。渦。コロナ渦で日本中が閉塞感に苛まれる中、先生4つ動画や科学に対する姿勢を見ていると、まさに嵐の中のかがり火のそこまで言うてもったら、とても前向きになります。毎日楽しみにしています。今夜もありがとうございました。ありがとうございます。本当に遅くまでお付き合いありがとうございました。お酒早く飲みたくなってきました。はい。知識はないんですけどね。なんとかない知恵を振り絞ってやっております。はるさん、いつも楽しい動画ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。京介さん、イルカさん、解説動画素晴らしいですが、奥様のナイスアシストにも感謝しております。今日もありがとうございました。ではでは。京介さんどうもありがとうございました。お世話になりました。いろいろコメントで、ちょっと、いろいろありましたけど、全然気にしてません。大橋さん、楽しかったです。また実験報告させてもらいますね。はい、どうもありがとうございました。本当にね、皆さん、遅くまでたくさんコメントいただきまして、ありがとうございました。それではね、そろそろお開きにさせていただきたいと思います。まとまりのないお話で大変申し訳なかったんですけれども、京介さんも白岩さんも来ていただいて、とても楽しかったです。大橋さんもね、非常に研究熱心で、ずっと研究されてるんですけれども、また今後もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。これで終了したいと思います。またアーカイブ、ちょっと点検してから公開したいと思います。ありがとうございました。失礼します。